回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベント、サイドストーリー、吹雪すギーク、ブレイクザアイスのイベント内容や同時期に実装されるオペレーター、専用コーデなどを紹介していきます。今回のイベントは新規開催としては長石の下以来となる2週間開催形式のサイドストーリーで、ロシソレスホリデーやニアーライトのような独自のイベントシステムはなく、これまでのイベントと同じくイベントステージをクリアして、今回のイベントポイントであるイエラガンドの石を収集。イベントショップにてイエラガンドの石と育成素材などを交換することが今回の主な目的となります。今回とてイベントポイントはイベントステージでしかドロップしないので、殲滅作戦などはイベント開催前に終わらせておきましょう。イベント報酬は配布オペレーターであるイエラ、モジュールデータ、イベント家具、育成素材などとなっており、こちらのイベント形式でもモジュールデータが新たに報酬に追加されています。これらの報酬とイベントステージのドロップも相まって、今回のイベントも効率が良いイベントとなっているので、イベント期間中はひたすらイベントステージを周回できるように調整しておきましょう。ドクター？今回は内密に抜け出したエンヤの付き添いで来たの。エンシアとカランド貿易の人たちには内緒にね。じゃないとあの子が困っちゃうから。イエラは貨車と同じくドローンを操る術師、早期術師タイプのオペレーターです。これまでは基本が敵から付与されることしかなかった状態以上、慣例を操り、敵の移動に制限をかけることを得意としています。その他の大まかなスキルの内容などは、後ほど他のオペレーターと一緒に紹介します。今回のイベントステージは、通常ステージは全部で14のステージが開放されることとなり、チュートリアルが2、ストーリーのみが4、ストーリーと戦闘を含むステージが8となっています。ポイントとなるイエラガンドの石のドロップ比率はこれまでのイベントの例には漏れず、理性1に対してポイント1、チュートリアルやストーリーを除くすべての通常ステージにてドロップします。今回のイベントの通常ステージでも素材はドロップし、BI6 から BI8 でドロップする4号品、中級エステル、砥石はどれも最高効率となっているので、これらのステージを積極的に周回していきましょう。今回のイベントはサイドストーリー形式のため、これまでと同じく EX ステージも用意されています。EX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルからの変更はなし、勲章の入手条件に EX ステージの強襲クリアが含まれているというのも変わりはありません。続いて、今回のイベントにて登場するギミックを紹介。今回のイベントの舞台となる場所はイエラグ、つまり鉱山地帯であり、辺り一面は雪原という寒冷環境となっています。この寒さはイベントステージにも反映されており、イベントステージには氷の床が存在し、この氷の床にいる味方及び敵は一定時間ごとに寒冷が付与され、寒冷効果が付与されている間は敵味方問わず攻撃速度が低下します。そして一定時間ごとにステージの天候が変化し、降雪が発生する場合があります。降雪中はこちらも一定時間ごとに敵味方問わず寒冷が付与されるため、すでに表面などから寒冷効果が付与されている場合は凍結状態となり、味方は攻撃不可、スキル発動不可の状態に、敵は移動不可、攻撃不可となり、さらに術耐性が低下します。そして天候には降雪の他にも風雪は存在し、この風雪は敵を押し出すという効果があり、同時に寒冷効果も付与します。そして表面にはもう一つの効果が存在しており、表面の上にいる敵は押し出された際に滑りやすく、表面の模様に沿った形で押し出されるため、このステージのように複雑な動きをする場合があります。これらのギミックを使用して敵の足止めや殲滅を行うのが今回のイベントの趣向になるというわけです。続いて今回のイベントで登場する敵ユニットたちを紹介。ハードアイスはドローンタイプの敵ユニットでレジスト効果を有しているという特徴があります。その他にも HP が他のドローンと比べるとやや高くなっていますが、逆に言うとそれくらいしか特徴はなく、攻撃力も防御力も低め、狙撃オペレーターがいればまず苦戦することはないでしょう。表現の栄放者は言うなれば今回のイベントのトウレイシャーマンのような敵で、実攻撃を行い HP が0になると自爆し、周囲に実ダメージと寒冷効果をばらまきます。ただトウレイシャーマンのような凶悪さはなく、移動速度は波かやや遅い程度、また蓄音機のようなギミックもないので何かを奪われてしまうということもありません。そして移動速度が変化、つまり押し出しなどで移動速度が瞬間的に変化した際、ダメージを負うという特徴があるので、オペレーターで押し出したり、風雪に押し出されたりして遠い場所で自爆しているということもしばしばあります。
近づかれるとやや面倒な敵ではありますが、対策方法はいくらでもあるので、落ち着いて対処すれば、この敵ユニットで陣形が崩壊するということはまずありません。イエティは降雪時攻撃力が上昇し防御力が低下、さらにレジスト効果を有するという敵ユニット。とはいえ、こちらの敵ユニットも攻撃力は降雪時でも800を超えないので、極端な脅威になるというわけではありません。実耐性は50と高めな一方で、防御力は通常時は600、降雪時は500となるので、高火力物理をぶつけてやれば、比較的楽に倒せる敵ユニットです。と、ここまで敵の紹介をさせていただきましたが、察したかもしれませんが、今回のイベントは難易度はそこまで高いものではない。というより、イベント難易度としてはここ最近ではかなり低めとなっているので、箸休め的なイベントになっていると言えるかもしれません。勲章システムは今回のサイドストーリーでも存在しています。勲章の入手方法は様々なステージをクリアしたり、ショップでアイテムを交換したりとこれまでと同じものなので説明は割愛します。今回のイベントはかねてから資料などで示唆されていた出来事、雪山事変を描いたものとなっており、ドクターはカランド貿易の主であるエンシオティス・シルバーアッシュの招待を受け、イエラグに向かいます。イエラグはカランド山を聖山とする宗教国家であり、その下にシルバーアッシュ家、ブラウンテイル家、ベレローチェ家という三大貴族が存在。シルバーアッシュ家は閉鎖的なイエラグに解放政策を、ブラウンテイル家はやや保守よりの中立、ベレローチェ家は保守的な立場を訴えており、三大貴族の亀裂は日に日に広がっていました。そんな中、計略を得意とするシルバーアッシュはとある一手を打ち出します。シルバーアッシュがイエラグに混乱を招いてまで改革を推し進める理由とは、そしてカランド宗教の巫女であるプラマニクスは一体どう兄と対峙していくのか。ケルシーやドーベルマンですら警戒すべき相手だとするシルバーアッシュの策略が始まります。続いて同時期に実装されるオペレーターたちを紹介。サイドストーリー、吹雪すぎ行くの同時期にはイエラ、オーロラ、ノーシスの4人が実装されるものと思われます。イエラのみがイベントで入手できるオペレーターとなっており、それ以外の2人であるオーロラとノーシスはイベントスカウトで入手可能です。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトとなるので、オーロラとノーシスはイベント終了後の常設スカウトでも入手できます。それでは、今回のイベントに関連して実装されるオペレーターたちを順に紹介していきます。ドクター、今回は内密に抜け出したエンヤの付き添いで来たの。エンシアとカランド貿易の人たちには内緒にね。じゃないとあの子が困っちゃうから。イエラはカランドの巫女であるエンヤ、つまりプラマニクスの次女長であり、ロドスに聖女の代表として加入しました。見た目は若い人物であるにもかかわらず、考えは全体的に、未だにそんな考え方をする人がいるのだろうかという。いわゆる反感を買うような古めかしさではなく、古風な考え方をしており、イエラと任務を遂行したことがあるオペレーターたちからは、まるで家の目上の人、それも嫌な雰囲気ではない、つまるところ、親のような雰囲気を感じたとのこと。巫女の世話をしているので、それも当然といえば当然なのかもしれませんが、イエラは非常に付き合いやすい人物ということなのでしょう。ロドスとカランド宗教のおおよその仲介を行っているのもこのイエラであり、プラマニクスがカランド貿易に知られずにお忍びでロドスを訪れている原因だったり、ただ、イエラ自身もオペレーターとしての生活を楽しんでいるようで、プラマニクスを理由に遊びに来ている部分もあるかもしれません。私の正体は、ロドスの皆にとって秘密でもなくなってきたようだし。それじゃあ、皆と少し踏み入った話をしてもいいわよね。いけない？イエラは貨車と同じくドローンを操る術師、早期術師タイプのオペレーターです。貨車のようにスキル発動中は、ドローンは敵が攻撃範囲から外れても倒すか、スキルが終了するまで追いかけ続け、ドローンがプラス1されるため、合計3回同時攻撃となり、ドローンと自身の攻撃は一定確率で相手に寒冷効果を付与。寒冷効果が重複すると凍結効果となり、敵の術耐性は低下するので、攻撃の手数で火力を実現しているイエラにとって、凍結効果は大きな恩恵を与えてくれるものとなっています。クラウドコントロール能力にやや偏っている貨車に対して、イエラは火力にやや偏った性能になっていると言えるでしょう。ドクター、私はオーロラ。ボス、クロージャさんから話はよく聞いてるよ。あなたを守るって約束もしてあるから。オーロラはイエラグ出身のオペレーターで、学業卒業後はシルバーアッシュ家の援助を受けてクルビアに留学。
留学中に不幸にも鉱石病に感染してしまったためロドスに治療を求めて加入し、オペレーターテストを経て、現在はエンジニアオペレーターとして、そしてエリートオペレーターであるシャープの部隊で活動を行っています。イエラグ出身ということや、専攻していた学問が極低温下での防御工学だったということから、低温環境での活動を非常に得意としており、今回のイエラグでの任務には最適な人物と言えます。また、シルバーアッシュ家の援助を受けてはいたものの、元はペルローチェ家の領土の人物だったということ、イエラグの地理に詳しいということ、そして、どうしてもシルバーアッシュとの縁を切ることが難しい。クリフハートやクーリエ、マッターホルンとは異なり、オーロラはロドス側の人物なので、シルバーアッシュに加担する可能性は限りなく低いというドーベルマンの考えも、今回の任務に参加した理由となっています。この勲章、家に送ってもいい？病気になっちゃったけど、悪いことばっかりじゃないよってお母さんに伝えたいんだ。私もまだまだこれからだからね。オーロラは U-NEC テス以来の決闘者となる重装オペレーターで、特にスキルには凍結状態となっている敵にはただでさえ高い攻撃力をさらに上昇させた攻撃をお見舞いするという強烈な一撃を放つことができ、一発あたりのダメージは最大5000を超えることになります。ただ、凍結の時間はそこまで長くはない上に、オーロラの攻撃速度も比較的遅い部類には入るので、サポートはほぼ必須。口述するノーシスと組み合わせることで、凄まじい火力を発揮してくれることでしょう。なお、オーロラは素質効果でスキル未発動時、SP が半分以下の場合は攻撃を停止してしまう代わりに、HP が徐々に回復していくため、元々の HP の高さも相まって、短期でもなかなかの生存能力を有しています。噂に名高いロドスのドクターか。お目にかかれて光栄だ。私のことはノーシスと呼んでくれ。ガランドとロドスの協定が結ばれてから一度会ってみたいと常々思っていた。ノーシスはカランド貿易の元貿易技術執政官であり、実質的なカランド貿易のナンバー2だった人物です。しかし、今回のイベント開始時にはカランド貿易の座から追放されています。そもそも彼の家系であるエーデルワイス家は、もともとはシルバーアッシュ家と仲が良かったものの、ノーシスの両親がシルバーアッシュの両親を謀略で陥れたとされているため、むしろ彼がカランド貿易のナンバー2についていたことの方が不思議とされていたほど、なぜシルバーアッシュはノーシスを重役に就かせ、今になって解雇したのか、その理由についても今回のイベントで語られるのでお楽しみに。ロドスが一線を越える覚悟を決めれば、必ず今の日にならない成果を得られるだろう。だが、シルバーアッシュといい、君たちのこだわりの意義を理解できないわけでもない。そんな君たちのために、私も少し助力しようか。ノーシスは寒冷と凍結付与のスペシャリストともいえる補助オペレーターで、スキルには非常に短いスパンで敵に寒冷か凍結を付与することができ、スキル3は最大同時攻撃数は2体と少ないものの、最速 0.73 秒ごとに攻撃範囲内に緩み凍結の敵を片っ端から攻撃し、凍結させていき、スキル発動中は凍結状態の敵の凍結が解除されることはないため、ノーシスの周囲には凍結状態の敵が列挙するという凄まじい状況となります。そしてスキル終了後は攻撃範囲内にいる凍結状態の敵に最大攻撃力の 600% の術ダメージを与えるので、雑魚敵程度であれば凍結による実耐性低下も相まってこのスキルだけで足止めと殲滅が可能となっています。凍結を軸とした強力なクラウドコントロール能力を持つオペレーターとなっているので、耐性持ちは苦手としていますが、それ以外の敵には強力な選択肢となってくれるでしょう。続いて同時期に実装される専用コーデを紹介。
続いて、今回のイベントと同時期に実施される可能性のあるイベントなどを紹介。今回のイベントの同時期には、ビーンストークの専用コーデがもらえるログインキャンペーンが開催される可能性があります。ただ、ログインキャンペーンは頻繁に大陸版とは異なる時期に開催されているので、あくまでも可能性です。また、同時期にはカンブリアンシリーズの専用コーデの復刻も行われるものと思われます。合わせて新企画シリーズ、イエラグ風旅館も実装されるでしょう。シルバーアッシュ、プラマニクス、クリフハート、マッターホルンの逆離縁山と階層広くも実装されるものと思われます。チェーンやバイビーク、カッター、ダチャンカといった剣豪タイプと、バグパイプ、ワイルドメイン、グラニ、ウィグナ、リードといった突撃兵タイプにモジュールが実装されます。一押し、つまり月の木型の補助オペレーターの特性も変更されるでしょう。現在の特性は敵に頭ダメージを与えるとなっていますが、変更後は敵に頭ダメージを与えるスキル発動時は攻撃しなくなり、回復行動のみ行う。回復量は攻撃力の 75% となり、スキル発動中は回復行動のみ行うようになります。機種選択画面に変更が入り、選択画面でもプレビューを確認することができるほか、お気に入りに設定しているオペレーターを優先的に表示したり、職種ごとに表示する機能も追加されます。高階求人にて上級エリートやエリートといった高級タグは目立つように描写されるようになります。おそらくですが画面設定に画質設定とフレームレートの設定が追加されるものと思われます。以上がサイドストーリー吹雪すぎ行くのイベント内容の紹介や同時期に実装される可能性のあるオペレーターや専用コーデなどの紹介となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。